世界の辺境マニアです。私は国境を見るのが好きな国境マニアでもあります。今回の旅の本来の目的は中国とカザフスタンの国境を見ることでした。ウルムチ、トルファン、東条、そしてイーニンと新疆を3週間かけて回りましたが、この旅で警察の職務質問を5回受け、合計38時間、事実上拘束されました。観光で訪れただけの旅行者が、なぜここまで何度も止められるのか。世界では今も、ウイグル自治区について、様々な重い問題が語られています。ウイグル族への大規模な拘束、強制労働の疑い、顔認証カメラなどによる厳しい監視、そして、言語や宗教、伝統文化への制限や弾圧があるとも報じられ、さらには、不妊手術の強制などによる人口抑制の疑惑も報じられています。日本語のニュースやネットの情報をそのまま紹介するわけではありません。私が実際にこの土地を旅して何を見て、何を体験し、何を感じたのか。今回の動画ではまず旅の始まりとなったウルムチを歩きながら世界で語られている新疆の問題と私自身が警察の職務質問を5回受け、合計38時間、事実上拘束された体験を踏まえて、実際に3週間旅をした私が、何を見て、何を体験し、何を感じたのかを、率直に、できるだけ事実ベースでお伝えします。2026年4月。私は、中国、雲南省とミャンマーの国境を見に行き、国境で、倭族の人と知り合いになり、世界中のメディアも入れない貴重な倭州の映像をたくさん送ってもらった。前の動画でその謎の未承認国家倭州の映像を公開している。倭州の国境から昆明に戻り成都まで移動して飛行機でウルムチまで移動してきた。この動画は決して中国の警察を恐れて、このような内容にしているわけではありません。中国びいきをしているわけでもありません。日本が嫌い、中国が好き、という感情で発言しているわけでもありません。私の中では、日本も中国も平等に見た上で、実際に新疆ウイグル自治区を3週間、旅をし、多くの人と触れ合い、いろいろな地域を見て、素直に感じたことを発信しています。もし私が現地で自分の目で見た現実ではなく、日本で広がっているイメージに合わせて話すのであれば、それは不誠実で、ただの迎合だと私は思います。私は誰かに媚びるためにも、誰かを叩くためにも、この動画を作っていません。自分が実際に新疆ウイグル自治区で見て、聞いて、感じたことだけを、責任を持って、そのままお伝えします。ウルムチ市一番の繁華街、二道橋に到着しました。まずは、実際に、新疆ウイグル自治区を3週間旅した私が、新疆最大の都市ウルムチを歩きながら、世界で語られている新疆の問題について、率直に、できるだけ事実ベースで、お伝えします。ただ、ウルムチやトルファンは、観光地なので、一度も職務質問は受けませんでしたが、この後、国境地域に行き、警察の職務質問を5回受け、合計38時間、事実上拘束されることになるのです。今、目の前に広がるウルムチは、世界では重い問題が語られている場所です。しかし、実際に街を歩くと、一見すると、普通の中国の大都市のような風景です。レストランの看板に並ぶ、羊の肉のメニュー写真や、店先に並ぶ、大きな丸いパンや、ドライフルーツなどには、新疆ならではの特色も強く感じられます。また、街を行き交う人々の中にも、ウイグル系と思われる人の姿が、少なくありません。ただ、街の中心部ということもあってか、武警と書かれた、装甲車のような警備車両が、交差点に止まっていて、警察官が数人、周囲を警戒していました。そして、監視社会とも報じられている新疆ですが、
私が実際に歩いた印象では、監視カメラが特別に多いとは感じませんでした。もちろん、日本と比べれば、監視カメラは多いです。しかし、中国の様々な都市を訪れてきた、私の感覚では、新疆ウイグル自治区だけが特別に多い、という印象はありません。他の中国の都市と比べても、それほど大きな違いはないように感じました。新疆ウイグル自治区について、国連人権高等弁務官事務所が深刻な懸念を示しており、中国側はそれに反論しています。再教育施設、大規模な拘束、思想教育、虐待。そうした話を日本にいる時の私はニュースやネットを通して見ていました。ですが、実際に新疆ウイグル自治区を3週間旅して、いろんな街を歩き、たくさんの人と話した私の実感は、そうしたイメージは少しもありませんでした。新疆ウイグル自治区は多民族地域で、47の民族が暮らす地域です。新疆の街では、民族団結というスローガンが掲げてあるのを何度も見かけました。実際に現地の人と話していても、民族が団結して経済発展しているというような話を聞くことがありました。私は多くの人に、あなたは何民族ですかと聞きました。すると、皆さん特に隠す様子もなく、気さくに、私は〇〇民族だよと教えてくれました。私の感覚では、日本で、あなたは何県の出身ですか？〇〇県の生まれだよ。というのと同じくらいの感覚でした。そして、私が旅の中で見た限りでは、ウイグル族の人たちが、特別に何かを恐れながら生きているとか、思想教育や虐待を受けているといった空気は、全く感じられませんでした。入域許可書の申請に、役所に行った時には、ウイグル族の公務員と思われる人たちも、多く見かけました。職務質問をしてきた警察官の中にも、ウイグル族の方がたくさんいて、2人のウイグル族の警察官の方と1時間半ほどいろいろな話をしました。ウイグル族のタクシーの運転手さん、飲食店の店員さん、そして学校の先生をしているという人にも出会いました。私が見た限りでは、ウイグル族の人たちは特定の職業に偏ることなく、いろんな仕事について普通に社会の中で生活しているように見えました。もちろん、3週間の旅だけで、この広い新疆のすべてがわかるとは思っていません。ですが、少なくとも私が実際に見た範囲では、ウイグル族の人だけが限定的に再教育施設へ送られ、思想教育や虐待を受けている。そうした現実を裏付けるものは、全く感じませんでした。あるウイグル族の方と話していた時には、アメリカが私たちのことを悪く書くんだ。という趣旨の話も聞きました。それを聞いて私は、日本で見ているニュースの中には、日本人が現地を徹底的に調査して書かれたものばかりではなく、海外の報道をもとに広がっている情報も多いのかもしれない。そんなことを考えました。もちろん、どんな社会にも差別や不公平、嫌な出来事はあると思います。日本でも学校でのいじめや職場でのハラスメントのニュースはあります。新疆でも個別にはいろいろな問題があるのかもしれません。そのわずかな部分を切り取って大きくニュースにしたのではないかと思えるほど、日本で見たウイグルのニュースの内容が信じられません。私が実際に旅をしてたくさんの人と話した印象では、ウイグル族は差別や虐待を受けているという現実は一切見えませんでした。むしろ私には日本で見ていた新疆ウイグルのニュースと現地で自分の目に映った新疆ウイグルはかなり大きな差があるように感じられました。私が3週間旅して感じた新疆は日本で見ていたイメージと全く違い、普通に人が暮らし、多民族が交わり、何の差別もなく生活しているところと感じました。日本ではほんの小さな身体的特徴の違いだけでも差別や偏見の対象になることがあります。しかし、新疆ウイグル自治区で私が見た光景は全く顔立ちの違う人たちが
ごく普通に同じ町で暮らし、普通に仲良く、同じ職場で働き、一緒に食事をしたり、特別な壁があるようには見えませんでした。少なくとも、私が実際に歩いて感じた範囲では、民族の違いがそのまま差別につながっているような空気は、全く感じませんでした。むしろ私は、中国の方が差別が少ないのではないか。日本の方が、もっと根深い偏見や差別を抱えているのではないか。そんなことまで考えさせられました。ただ一方で、現地でウイグル族の何人かの人と話している時に聞いて、強く印象に残ったこともあります。それは、ウイグル族はパスポートを取得できず、外国には行けない、という話でした。私は、絶対にですか、と聞き返しましたが、返ってきたのは、絶対に取得できない、という断言でした。私は制度を自分で調べきったわけではありません。ただ、現地でそうはっきり言われたことは、街を歩いて受けた印象とはまた別の、見えにくい制限の存在を考えさせるものでした。もう一つ、気になったのは、新疆では他の中国の地域よりも、警察官の巡回が多いように感じました。そして、外国人を見かけた場合には、職務質問を行う、ある種の運用ルールがあるようにも感じました。実際、私も撮影中や移動中に何度も呼び止められ、行き先や目的を聞かれ、カメラやスマホの中身の確認を求められました。しかも、その質問や内容は場所が変わっても、共通のマニュアルがあるのではないかと思うほど、かなり似ていて、1回ごとの確認も長時間に及びます。そのため、中国に慣れていない外国人や、こうした対応に慣れていない旅行者が体験すると、外部からの訪問や撮影が厳しく統制されている。と感じるのも無理はないと思います。私自身も、撮影中や移動中に何度も止められ、その度にカメラやスマホの中身まで見せるよう求められれば、厳しく管理されている地域だと感じました。ただ、私が実際に体験した範囲では、最初から撮影そのものが一切できないというよりも、外国人に対する確認や警戒が非常に強く、その結果として、強い圧迫感や統制感を受ける、そういう場所だと感じました。だからこそ、新疆ウイグル自治区は、外国人が行くと怖い、危険、自由がない、というイメージを持たれやすいのだと思います。少なくとも私は、そのイメージは、こうした頻繁で、長時間の職務質問の積み重ねから生まれている部分が大きいと感じました。なお、この動画の映像は、私が現地で通常の旅行の中で、自分の判断で自由に撮影したものです。その後、出国直前まで、カメラやスマホの中に入っている写真や映像について、軍事関係のものが含まれていないか、何度も確認を受けました。しかし、その確認の中で、これはダメだ、削除しなさい、と指示された写真や映像は一切ありませんでした。YouTube で公開してよいかどうかについても、確認しましたが、問題ないという説明を受けています。また、動画の内容についても、何を言ってよくて、何を言ってはいけないのかを確認しましたが、特定の見方を求められたり、話す内容を指示されたりすることはありませんでした。私が見て、感じたことを、そのまま話してよい、という説明でした。私の場合は、国境地域までの入域許可を取得した上で行動しており、軍事関係などの撮影禁止事項を除けば、どこにでも自由に移動し、自由に撮影していました。つまり、この動画は誰かに見せるために作られた映像ではなく、私自身が旅の中で自由に移動して、自由に見て、感じて、記録したものです。そして、中国の警察は、私の住所氏名や、YouTube アカウントも把握しているはずです。おそらく、この動画も見ていると思います。その前提があるからこそ、私は無責任な噂話ではなく、自分が実際に見て、体験して、感じたことの事実だけをお伝えしたいと思っています。少なくとも、私が3週間旅して感じた新疆は、日本で見ていたイメージより、ずっと普通に人が暮らし、多民族が交わりながら生活している場所でした。日本では普段、あなたは何民族という概念がないので、とても新鮮で、不思議で、
興味深い多民族の地域でした。その一方で、新疆ウイグル自治区では、外国人に対する確認や警戒は非常に強く、それが新疆という土地の独特な緊張感を作っている。私には、その両方が同時に存在しているように見えました。次に、文化的抹殺、つまり、言語や宗教、伝統文化への制限、さらに不妊手術の強制などによる人口抑制の疑惑について、私が実際に現地で感じたことをお話しします。ウイグル族の人たちは、イスラム教を信仰している人が多いと言われています。そのため私は、日本にいるとき、街ではヒジャブをつけた女性が多く、宗教色の強い光景が広がっているのではないか、そんなイメージを持っていました。ですが、実際に街を歩いてみると、ヒジャブを着用している人はゼロではありませんでしたが、お年寄りの方など、ごく少数という印象でした。多くの女性は、ごく普通の現代的な服装をしていて、特別に宗教色が強い見た目には、私にはあまり見えませんでした。実際に何人かの女性に、ヒジャブはつけないのと聞いてみたこともあります。すると、笑いながら、いらない、と答える方もいました。また、海賊の男性と話していたとき、海賊とはどんな民族なのだろうと思って検索すると、白い帽子をかぶった写真がたくさん出てきました。そこで私は、海賊特有の白い帽子はかぶらないのと聞いてみたのですが、その方は笑いながら、かぶらないよと答えました。実際に新疆ウイグル自治区で見かける人たちは、ジーンズに T シャツのような、ごく現代的で実用的な服装の人がほとんどでした。私には、民族性や宗教性が消されたというより、日常生活の中で、伝統性よりも利便性が優先され、自然に今の時代らしい服装になっているように見えました。例えば日本人に対して、着物を着ないの？どうしてちょんまげにしないの？というのが、どこかずれているように、現代を生きる人たちが、昔ながらの服装を毎日着ていないからといって、それだけで文化が弾圧されているとは、私には思えませんでした。私は新疆に行く前、日本のニュースを見て、イスラム教文化の制限、伝統文化の制限、ウイグル語の制限、そういったものが存在しているのではないかと想像していました。しかし、実際に3週間旅して、自分の目で見て、感じた範囲では、それは一方的に押さえつけられて消されているというより、日本でも方言が少しずつ減り、服装も全国的に似通っていき、同じような言葉、同じような服装へと変わっていく現象と、それほど変わらないのではないか、ということでした。日本でも、昔ながらの服装を毎日している人は少ないですし、方言も、時代とともにどんどん薄れていっています。ネットが発達し、交通網が整い、人の移動が活発になり、スマホ一つで全国どこでも同じ情報に触れられる時代になれば、言葉も服装も、だんだん似ていくのは、ある意味では自然なことにも思えます。新疆でも、私にはまさにそう見えました。服装も、言葉も、より便利で、より通じやすく、より今の時代に合ったものへと、中国全土が少しずつ似た方向に変化している、その過程の中にあるように感じたのです。もちろん、私は研究者でもなければ、新疆全体を調査したわけでもありません。だから、見えないところで何が起きているのかまでは断定できません。ただ、少なくとも、私が実際に街を歩き、現地の人と話し、目の前の光景を見た限りでは、宗教や伝統文化、言語が、外で言われるほどわかりやすく一方的に押さえつけられている、そんな印象は受けませんでした。むしろ私には、時代の変化と生活の利便性の中で、人々の服装や言葉が自然に変わっていっている面の方が大きい。そう感じられました。これは、誰かに言わされている感想ではありません。私が実際に3週間、新疆を旅して、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、本心でそう感じた、率直な印象です。この動画を見て、どう感じるかは、もちろん人それぞれで自由です。ただ、これが、
実際に私が新疆ウイグル自治区に3週間滞在し、たくさんの人と交流し、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、そして自分自身が感じた率直な感想です。私は、日本のネットニュースや報道で見た新疆のイメージを、そのまま、素直に信じて、受け取っていました。だからこそ、実際に現地を旅してみて、自分が持っていた印象とは、あまりにも違う現実に、強い衝撃を受けました。また、私が何度も警察に呼び止められ、事実上、合計38時間も拘束された件についての詳しい内容は、次の動画でお話しします。ただ、実際に話してみた警察官の人たちは、少なくとも私の印象では、威圧的というより、むしろ紳士的で、時には面白さすら感じるような人たちでした。もちろん、長時間止められるのは大きな負担でした。ですが、私には、個人的な悪意で何かをされているというより、警察の規則やルールとして、外国人である私を確認し、調べるという仕事をしている。そういう風に見えました。今回の旅を通して、私が感じたことを、改めてまとめると、こうなります。外で強く語られているような、ウイグル族への大規模な拘束や、思想教育、虐待については、少なくとも私が3週間見た範囲では、日本よりも差別なく、いろいろな民族が共存しながら暮らしているように思えました。というのも、日本では、見た目や民族的背景の異なる人がこれだけ多く同じ町で暮らしていたら、もっと分断や壁、線引きができてしまうのではないか、と私には思えるからです。強制労働についても、ウイグル族の人たちは特定の仕事だけをしているようには見えず、様々な職業についていて、差別されているとは感じませんでした。監視社会については、監視カメラの多さそのものは、中国の他の地域と大きく変わらない一方で、警察官の巡回は、確かに多いように感じました。そのため、外国人が来ると、怖い、厳しい、統制されている、という印象を持ちやすい地域だとは思います。そして、言語や宗教、伝統文化の制限、さらに人口抑制の疑惑についても、少なくとも私が見た範囲では、一方的に押さえつけられて消されているというより、ネットや交通網が発達し、利便性が優先される中で、日本でも起きているのと同じように、言葉や服装が少しずつ全国的に似ていっている。その過程のように感じました。もちろん、私は研究者でもなければ、新疆全体を調査したわけでもありません。だから、この広い地域のすべてを知っているとは言えません。それでも、実際に3週間歩いて、たくさんの人と話した私の率直な感想としては、日本で見ていた新疆のイメージと、現地で私が感じた新疆の現実には、大きな差がありました。この動画が、新疆について何かを一方的に決めつける材料ではなく、実際に現地を旅した一人の日本人が、何を見て、何を感じたのか。それを考える一つの材料になればと思います。そして次の動画では、私がなぜ5回も警察に職務質問され、合計38時間、事実上拘束されることになったのか。その詳細をお話しします。次の動画公開まで、チャンネル登録をして、すべての通知、ベルマークをオンにしてお待ちください。